どうも、ボタニカリスティックスです。今日は結構、普通な話というかですね、むしろですね、一番最初にこういう動画出さなきゃいけなかったのかなと思うような、そんな内容の動画になります。フィカスってですね、僕ね、過小評価されてると思ってるんですよ。で、NHK の趣味の園芸、これかっこいいぜってありますよね。で、あの番組で、フィカスの回があったんですよ。で、出演者のですね、滝藤さんっていらっしゃいますよね。で、あの人が、フィカス人気ですよね、みたいなノリだったんですよ。で、なんかちょっと冷めてんなってちょっと思っちゃったんですよね。あの人ほら多肉とか好きでしょ。他もなんか珍奇植物みたいなのやるときすごいテンション高いのに、なんかフィカスのときなんか、みたいな、いいよねぐらいな感じだったんですね。その多肉とか、その開墾とか、珍奇植物とかの方に行って、帰ってこない人からしたらですね、フィカスって確かに退屈なジャンルと思われがちだなって。で、ちょっと悲観的な考察ではあるんですけど、僕そういう風にちょっと感じてる部分もあるんですよ。ね、なんかこれ、ちょっと話してちょっと思い出したのは、僕中学校2年生の時に、それまで、親とか兄の影響でね、ビートルズばっかり聴いてたんですよ。で、だけどそうするとですね、ビートルズがどんなに好きでもですね、学校で話ついていけないんですよ。で、学校の話って、学校のクラスで話すって、邦楽の今流行ってる音楽とかじゃないですか。で、その話ついていけなかったからですね、一生懸命テレビで見漁ったんですよ。で、有名な金曜日のね、夜の生放送の音楽番組とか、そういうのを見たりとかしてですね、で、ついていこうと。結構頑張った時期があるんですよ。で、ある時そのスピッツが出てきて、で、そのスピッツ僕、それで、これなら好きになれるかもと思ってですね、で、そのスピッツを聴くようになったんですよ。そこから中古 CD 屋とかですね、買い漁ってってですね、で、いろいろ聴いていって、で、やってたらですね、クラスの、音楽好きの友達がですね、スピッツ聴くんだったら、俺結構持ってるからあげるよとか言われて、あげるっていうか、売ってくれたんですけど、ファーストから、最初の5枚ぐらいかな、空の飛び方ぐらいまでの2000円ぐらいで譲ってくれて、で、俺はもう洋楽しか聴かないから、これいいよとか言って。で、それ自体はすごく嬉しかったんですけど、洋楽聴くって言うから、僕も自分の持ってるそのビートルズのね、話、知識とかも、こういうの共有できると思ったんで、ビートルズもいいよねとかちょっと話してみたんですよね。そしたらその友達が、ビートルズはレッド・イット・ビート、イエスタデー聞いたからもういいかなとかって言われちゃったんですよ。で、その時すごい悲しいなと思って、で、悲しいっていうか残念だなと思ったんですよ。で、僕当時リボルバーが好きで、ビートルズって、成長とともに好きなアルバムって、こう変遷があるじゃないですか。で、中学の時はリボルバーだったんですよ。高校の時はサージェントペッパーで、大学入って、ホワイトアルバムって、こう、どんどんこう好きなアルバムって変わっていくわけなんだけど、当時は、で、リボルバーだったんで、残念だなと思うけど、エリナ・リグビーとかね、トゥモロー・ネバー・ノーズとかシーセットとか、これ聞いたことないのか、知らないのか、とかも、イエスタデー止まりじゃちょっとね、そこまで聞かないから、この、ビートルズのマニアックなところを知らないままなんだと思ったら、ちょっと残念だなって、すごく思ったんですよね。で、今はね、ミノミュージックさんとか、作家人さんとか、結構 YouTube で面白い、ビートルズのね、深いその向き合い方、提案してくれるようなですね、人たちたくさんいてですね、結構楽しいし、で、ビートルズ自体もですね、もともとそういう深みあるって、もう、周知の事実ですから、いろんな本が出てたりするじゃないですか。で、なので、どんどん掘り下げていくことできるんですけど、でも、フィカスってじゃあどうって思ったんですよね。で、フィカスも実際、ウンベラータとか、ガジュマルとかから入っていくっていうことを考えると、入り口じゃないですか。で、入り口なのに、そのまま深みへの理解が、乏しいというか、本当は深いんですよ。本当はフィカスだって掘り下げていったらめちゃくちゃ面白いのに、ちょっと理解されてないとかいう感じがするんですよね。で、さっきの滝藤さんじゃないですけど、あの人もね、だって見た目、トムヨークじゃないですか。なんで、絶対本人も意識してると、思うし好きだと思うんだけど、で、ただ、あの人も、多分そういう、音楽が好きだったりとかすることを考えると、結構追求して、マニアックな方に行く人だと思うんですよね。だから、フィカスから入ってって、そっちのマニアックな方行って、帰ってきてないっていう段階だと思うんですよ。で、帰ってこさせたいんですよ、僕は。一周回って、やっぱり、フィカス面白いよね。こう思わせたい。そのために僕はこれから、頑張っていかなきゃいけないわけなんですけど、熱帯魚の世界とかでもよく言うんですよ。グッピーに始まり、グッピーに終わるみたいな。で、僕、熱帯魚も好きで結構ハマった時期があるんですけど、グッピーを育て始めて、で、いろんなアロワナとかプレコとか、コリドラスとかそういうの行ってですね、
でもやっぱりグッピーが一番面白いよねって言って帰ってきて、もう最後そこで終えるみたいな。で、こういうのちょっとあるんですよ、本当に熱帯魚の世界で。で、なんかこういうのをちゃんと起こさないと。観葉植物もフィカス行って、コーデックス行って、なんだかわかんないいろんななんかすげえマニアックな気持ち悪いの行って、で、一周帰ってきて、やっぱウンベラータが一番だよね、みたいな思わせる。で、そこからフィカスのもっと深いところ、いろんな品種がある、もう無数に品種があるんだけど、そういった深みをですね、理解していって、めっちゃ面白いじゃんみたいな。で、それで広めていくと。そうすると、この最近僕の行ってるイベントとかでもですね、フィカスあんまり取り扱ってないけども、そういうところでですね、フィカス専門のブースができたりとか、で、そこにお客さんが集まってとか、フィカス専門の図鑑ができたりとか、いう風な流れになっていくと思うんですよね。そのために僕は、もっともっと勉強して、もっともっと情報発信をして、フィカス振興協会の人みたいになっていく。そういう職業があるなら僕、それやります。だから広めたいんですよ、要するに。フィカスはだから、入り口だったとして、多肉は、なんつうんだろうな、多肉の人たちは例えると何なんですかね。ハードロックとかなのかなわかんないけど、コーデックスとかはなんかプログレとかなのかなでも帰ってこないみたいな。そうすると、フィカスはロックってことになっちゃうね。いいや。こんな感じでですね、今後も情報発信していきます。今日はね、一番最初の実質的な第1回の動画かな。この間ちょっと報告動画ばっかだったからね。ボタニカリスティックスっていうのはこういうことをやっていくんだよっていう、ちょっと声明みたいな感じになりましたね。こういう動画をどんどん発信していきたいと思います。じゃあまた。